よう、ぼっちくんじゃねえか。中学時代の同窓会にて、当時俺をよくからかっていた社長令則の同級生が声をかけてきた。仕事の話をしに来たと俺が訴えても、彼はニヤニヤ笑うばかりで聞く耳を持たない。そりゃお前からしたら、うちみたいな会社と取引できるとなりゃ万々歳だろうけど、うちの会社には一体何のメリットがあるんだよ。その言い草に、どうやら彼は俺がセールスをかけてきたのだと勘違いしているらしいと察する。とんだお門違いなのだが、彼はさらに言い募る。お前はその程度の人間だよな。俺はこのまま何もしないでも大きな会社の社長になるが、あんなオンボロ工場を背負ってるやつは必死すぎて哀れだな。そしてしまいには俺にビールまで浴びせかける始末。ああ、これでは何を言っても無駄だな。察した俺はこの場を黙って立ち去ることにした。急ぐ必要はない。どうせ近い将来、彼は俺の正体を知り、己の行いを悔いることになるのだから。俺の名前は花田修二。先日50歳の誕生日を迎えた。そんな俺のもとに、ある日中学の同窓会の案内が届いた。その案内状を前に、俺はしばし渋い顔をしてしまう。中学時代といえば、俺にはあまりいい思い出がない。なぜなら、祖父や父の仕事を意地悪な同級生がよくバカにしてきたからだ。俺の実家は祖父の代から続く金属加工工場で、設備も古く、祖父やその後を継いだ父はいつも機械油で汚れた作業着を着て仕事をしていた。もちろん俺自身は仕事にまっすぐ打ち込むそんな祖父や父を小さな頃からとても尊敬していたし、その確かな技術力で得意先からも絶大な信頼を得ている父たちを今でも誇らしく思っていた。しかし、その意地悪な同級生のせいで、中学時代、俺は周囲から常に遠巻きにされ孤立していた。中学校には友達と呼べるような人間もいないし、不参加でもいいかという考えが脳裏を過ぎる。だが俺にはこの機会に話をしておきたい相手がいて、どうやらそいつも同窓会に参加するらしいことは分かった。まあ行くだけ行ってみようかな。迷いはしたが、俺は最終的に参加の欄に丸をつけ、はがきを返信したのだった。そして迎えた同窓会当日。会場であるホテルの広間では、早速あちこちで華やいだ声が飛び交っていた。俺はぐるり辺りを見渡す。すると、中でも一番大きな人だかりの中心に見覚えのある人物の顔を見つけた。相応に年はいっているものの間違いない。あれは同じクラスの矢部則明だ。矢部くん、それもしかして現地で買った時計なの？そう口にしながら同級生の一人が則明の身につけていた右手首に視線を向ける。そこにはキラキラと輝く豪奢な時計がこれ見よがしにはめられていた。ああ、そうなんだよ。まあ、日本で買うよりは安かったかな。確か150万ほどだったと思うよ。ただ、これは日本じゃ流通していないモデルでね、得意先の特別枠で購入したんだ。へえ、すごい。はははは。これくらい別にすごくはないさ。それより、現地の最高級ホテルから見る夜景は格別でね、素晴らしかったよ。あんな体験はやはり日本にいたら一生味わえないだろうな。どうやら彼は
海外で豪遊してきたことをみんなに話しているらしい。なんでもない風を装ってはいるけれど、その痩せた顔からは内心自慢したくて仕方がないのだろうなというオーラがわかりやすくにじみ出ている。ちなみに彼はどちらかといえば小柄な方なので、重厚できらびやかな装飾のついた時計を身につけていると、正直その体格がさらに貧相になって見えてしまうのだった。そのことをきっと取り巻きたちも気づいてはいる。けれど彼の周りに集まる同級生たちはそんなことなどお首にも出さず、口々にさすが則明だの、私たちとは格が違うわよねだのと一生懸命褒めそやしている。傍から見ても全く心のこもっていないお世辞だとすぐにわかる。だがそれらに則明は気持ちよさげな表情を浮かべて、もうお前らはすぐに俺を持ち上げるよな、などとまんざらでもない様子を見せていた。何かの喜劇を見ているような滑稽なほどのそのやりとりに、俺は胸の内でげんなりとため息をつく。そうだ、あいつらは中学時代からああだった。則明はスポーツ用品を取り扱う大きな会社の社長令則で、いつも取り巻きたちを引き連れて、まるで自分も王様であるかのような振る舞いをしていたのだ。そして何を隠そう、中学時代に俺や俺の実家の工場をバカにしていた張本人、それが彼なのである。こいつに近寄ると汚いのが映るぞ、などと何かとあればからかわれていた。また、大会社の社長令則である則明には周囲も逆らえなかったものだから、俺は3年間、本当に誰にも心許すことなく一人で過ごしていたのだった。あれから何十年と経ち、彼らの外見こそその年齢に見合うものとなっていたが、残念ながら中身や振る舞いはあの頃のまま、全くもって変わっていないらしい。俺はもはや呆れてしまいながら彼らの様子をしばらく横目で見ていた。その時、話が切れたタイミングで則明が不意にこちらを見やる。そして俺が誰だか分かったのだろう。彼は刺逆的な笑みをその方に浮かべた。やがて獲物を見つけた獣のようにゆっくりと俺に近づいてくる則明。にやっとその口元をつり上げた顔は、俺の記憶にあるあの頃の彼と同じであった。よう、そこにいるのは誰かと思えば、ぼっちの花田くんじゃねえか。お前、あんなにぼっちだったくせによく同窓会なんて出てこられたな。メンタル強え。それとも少しおつむが鈍いのか？おそらくわざとなのだろう。周囲に響き渡る大声で彼は開口一番にそんなことを言ってくる。またじっとりと陰湿な視線で俺の全身を舐め回すように見た則明は、早速バカにしたようにしてふんと鼻を鳴らした。お前、いくら周りに見え張りたいからってそんな気張った格好なんてしてくるなよ。それ海外の有名なブランドのスーツだろ。どうせレンタルだろうけど、残念、全然似合ってないんだよな。そう言いながら大げさに肩をすくめて嘲笑する則明へ追従するように、周囲もクスクスとうすら笑いを浮かべる。つうかお前、どうせあの小汚い工場を継いだんだろ。ああ、思い出すわ。お前のじいちゃんも親父もいっつも汚い格好して汗水くでちまちま働いてたよな。顔まで真っ黒にしてるくせに気軽に俺に話しかけてくるから参ったわ。と則明がここぞとばかりおどけた仕草を見せた。
悪意に満ちたその言い方に俺はさすがにカチンとくる。だが人も多いこんな場所で言い争いになるのもどうかと思い、ごく小さく息をつくと、俺は冷静に話を切り出した。実は今日、俺は君と仕事の話をしにここに来たんだよ。少し時間を取ってくれないか？そう、俺が気の乗らないこの同窓会に参加したのは、彼と話をするのが目的なのであった。だが、俺の言い分を聞いた則明は、またしても大きな笑い声を上げた。はあ、なんだそれ。お前本気で言ってんのか？あんなおんぼろ工場主がうちみたいな大会社相手に何の話があるんだよ。その場で腹を抱えてゲラゲラ笑い転げる則明に、周囲は愛想笑いをしつつもうるさそうに眉を潜めている。だがそんなことは意にも介さず、彼は笑い含みながらなおも言い募った。おいおい、お門違いにも程があるだろうが。そりゃ、お前からしたらうちみたいな会社と取引できるとなりゃ万々歳だろうけど、うちの会社には一体何のメリットがあるんだよ。その言い草に、ああと俺は悟った。どうやら則明は俺がセールスをかけてきたのだと勘違いしているようだった。それこそ全くもってお門違いというものだと思ったが、こんなに人目のあるところで果たしてどこまで話していいものやらと、俺はしばし首をかしげてしまう。しかしこちらの沈黙を自分の都合のいいように捉えたらしい則明は、何も言い返してこない俺を心底見下したようにしてニヤニヤとしながら吐き捨てた。はっ、図星を刺されてだんまりか。まあ所詮お前はその程度の人間だよな。俺はこのまま何もしないでも大きな会社の社長になるが、あんなおんぼろ工場を背負ってるやつは必死すぎて哀れだな。そう言い切り、則明はまたしても大笑いし始めた。だがそんな彼の様子に俺は特進が言ったのだった。ああ、彼は会社の重大な決定事項を何一つ聞かされていないんだな。則明は俺を哀れだと言ったが、俺からしたら彼の方がよほど哀れだ。この年になってお前は何も知らなくていいと見放されていることに、当の本人が全く気づいていないのだから。とにかくこれ以上話しても時間の無駄にしかならない。そう思った俺は最後に彼に忠告をすることにした。なあ、則明くん。なんだよ。不意に改まった口調でそう呼びかけた俺に、則明はわずかにたじろぐ気配を見せる。王様みたいに振る舞ってはいるが、きっと本来は彼は気が小さい性格なのだろう。それを隠したくて必死に余裕ぶった仮面をかぶっている彼に、俺は同級生としてせめてもの言葉をかける。世の中、何も努力をしないで何かを得ることはできないんだよ。知らないでは済まされないこともある。面倒なことや嫌なことから目を背けてばかりいると、そのうち絶対に痛い目に遭うぞ。言い終えたその直後だった。お前、誰に向かって物を言ってんだ？則明がうなるような怒鳴り声を上げた。ぼっちごときが偉そうに何様のつもりだよ。その痩せた顔を真っ赤に染めて、彼は俺をひどく睨みつけてくる。どうやら俺の言葉は則明にとっては全くもって余計なお世話どころか、彼の勘に触るだけのものだったらしい。ほんと、お前のそういうとこだよ。
そういう自分だけ余裕ぶって自分だけ正論吐いて人に説教垂れるとこ、俺は昔から大嫌いだったんだよ。そして彼はこみ上げる怒りのまま自身が持っていたジョッキの中身を俺へとぶちまけてきたのである。パシャンと響いた水音に会場がしんと静まり返った。俺の視界には水滴を垂らす自身の前髪が映っている。どうやら結構派手にかけられたらしい。この匂いだと中身はビールだろうか。お怪我はありませんか？こちらの騒ぎに広間でドリンクを配っていたホテルスタッフがタオルを持って駆けつけてきた。しかしそのタオルをありがたく受け取りながら顔を拭う俺になおも怒りが収まらない様子で典明は怒鳴り散らしてくる。くそ、自分だってあんなオンボロ工場でくすぶってるくせして、お前みたいな無能が大会社の次期社長である俺に説教垂れるとかマジでありえないからな。言いながら子供のように手足をばたつかせ地団打を踏む典明。それをホテルスタッフたちが懸命になだめている。多分今のこの状況じゃ俺が退散した方が場がうまく収まるのだろうな。どこか人事のようにしてそう考えた俺は気遣ってくれたスタッフたちに謝意を告げるとひとまず何も言わずにその場を後にしたのだった。さて、それから数日が経った。その日、俺は仕事の打ち合わせでとある会社に来ていた。案内されたのは立派な応接室。その中にはこの会社の社長である人物、そしてもう一人、あの同窓会以来の典明の姿があった。はあ？俺が現れた瞬間、典明は鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしてこちらを見合った。しかし、息子のそんな反応とは裏腹に、彼の父である矢部社長はすっと立ち上がると、俺に向かって深く頭を下げてくる。本日はご足労いただきありがとうございます。その物腰丁寧な態度に典明はさらに驚いたような表情を見せて傍らの父を凝視した。そう、俺が訪れていたのは典明の父が経営する会社の本社なのだ。いえ、こちらこそ。矢部社長のかしこまった挨拶をさらりと受け取り、俺はソファーに腰掛けた。だが、そのまま二言三言雑談を交わす俺たちを、典明は未だ信じられないものを見るようにして眺めている。やがて、一人だけのけ者にされているのが我慢できなかったのか、典明が傍らの父へ小さく問いかけた。なあ、今日は有名なゴルフクラブメーカーの社長との打ち合わせなんだよな。何かを確認するようにして眉を寄せた典明を矢部社長は今さらなんだとでも言うようにしていぶかしげに見やる。だからこちらにいらっしゃるのがそのゴルフクラブメーカーの社長だよ。お前も昔から知っているだろう。お前と同級生の花田修二さんだ。としか同じクラスだったんだよな。瞬間、典明はポカンと口を開けた。は？このいけすかないぼっちが社長？そうなのだ。実は俺の実家の工場は工場用品を製造する傍ら、ゴルフクラブの金属部分の製造にも関わっていた。ゴルフクラブはああ見えてとても繊細で、金属部分の重さや加工がほんの少し変化しただけでもプレイに影響が出てしまう。その微妙な調整は熟練の職人でも難度が高い代物だった。しかし祖父、そしてその技を受け継いだ父の工場は
その技術力の高さで以前から有名プロゴルファーから直々に指名を受けている。それを知っていた俺は、この素晴らしい技術をもっと世の中に広めたいと常々考えていたのだ。最初は俺も父のもとで職人としての修行を積もうかと思っていた。だが残念ながら俺は昔から不器用で、とてもじゃないが祖父や父の後を継げる素質などない。それなら一体自分に何ができるのかといろいろ道を模索した結果、俺はゴルフクラブのブランドを新たに立ち上げることを提案したのだった。また、その後は俺を社長として新会社を作ることとなり、あれから何十年、幸い今では業績も高い水準で安定し、また国内外から受注を受けているため、ものによっては3年先まで予約注文が埋まっている状態である。だが、俺が名の通った会社の社長だということに一度は衝撃を受けたらしい典明だったが、どうしても自分の立場を俺の上に置きたい欲求が勝ったらしく、さらに多大なる勘違いをしてしまったようだ。あの花田くんが社長ね。じろじろとぶしつけに俺を見やってきた彼は、やがてニヤッと嫌な笑みを浮かべるとこう言った。ああ、なるほど。もしかしてお前、うちの会社で自分のとこのゴルフクラブを取り扱ってほしいのか。は？しかし、そんなトンチンカンなセリフを得意げに言い放った息子に、今度は矢部社長があっけに取られる番だった。矢部社長はつかの間、言い放たれた言葉の意味を把握するようにして息子を凝視していたが、そのうち突き飛ばさんばかりの勢いで彼の首根っこをつかむと、俺に向かって問答無用で頭を下げさせたのである。お前、バカだバカだとは思っていたが、これほどとは思わなかったよ。言うにこと書いて、なんだその失礼な物言いは。誰に向かってそんな口を聞いているんだ。いいから今すぐ謝りなさい。痛いってば。父の横暴を咎めるように、典明がバタバタと暴れている。たく、なんなんだよ。だって、こいつが俺らに物を頼んでる立場だろ。親父も親父だよ。こんな大したことない相手に妙にへりくだって。だってこいつ、ぼっちの花田くんだぜ。その瞬間、矢部社長は今にも倒れそうなほど顔面蒼白となった。そして、いぶかしがる息子へというよりは、どこか独り言をつぶやくような調子で、ボソボソと口を開く。いいか、お前は知らないだろうがな。この方が我が社の次期社長なんだよ。は？豪華な応接室にぽつりと落ちたその言葉に、典明がパチパチと目を瞬かせた。え？何？こいつがこの会社の次期社長？てっきり棚ぼたで社長の座が転がり込んでくると信じて疑わなかったのだろう典明は、まるで異国の言葉でも聞いたかのようにしてきょとんと首をかしげている。しかし、いまいち事態を理解していない息子を尻目に、矢部社長は定年に満ちた様子でとつとつと言い募った。これもお前は知らないことだが、ここ数年、うちの業績は悪化の一途をたどっていて、もはや回復が難しいところまで来ていた。しかし、倒産間近というその状況を救ってくれたのが、この花田さんだ。花田さんの会社がうちを買収するんだよと、噛んで含めるようにして矢部社長は息子に告げる。それも
私たち経営陣の辞職と引き換えに、社員たちはそのままでいいという破格の待遇でだ。そんな。父の説明に、則明はようやく事態を飲み込んだのか、しばし絶句する。俺は呆れながらもその様子を見守っていた。本当に彼は父の会社がどんな状況に置かれているかということを知らなかった。いや、知ろうともしなかったのだろう。そして彼の父は父で、中学時代から全く成長の見えない息子の知らないところで、とっくに彼を見放してしまっていたのだ。その証拠に、呆然とする息子を放って、矢部社長は再度俺へ陳謝する。本当に息子が大変失礼な態度をとりまして、重ね重ね謝罪いたします。先日中学の同窓会があったと聞いており、その際に花田さんにお目にかかったと口にしていたもので、てっきり。ああ、ええ、確かにお目にはかかりましたね。その時のことを思い出し、俺は薄く苦笑を浮かべた。実際お目にはかかったけれど、あのありさまだ。肝心なことは何も言えておらず、またあの時話ができていたとしても、則明自身は俺の話など鼻から信じなかっただろう。そして俺の様子から矢部社長は何らかを察したらしい。呆れと怒り、そして悲しみを漂わせて、矢部社長が息子を一別する。お前というやつは。だがその視線に、則明は逆ギレしたかのようにわめき始めた。俺は悪くない。だって俺は知らなかった。何も知らなかった。会社がそんなことになってるだなんて、こいつが社長になるだなんて知らなくて。だが彼がわめけばわめくほど、応接室の空気は重くなる一方である。矢部社長にとっても、これ以上息子の醜態を目の当たりにするのは酷なことだろう。そうして俺はおもむろに口を開く。矢部社長、御社を買収するにあたり、もう一つ条件があります。はい、何なりと。俺の言葉に矢部社長は従順に首を縦に振る。その横では彼の息子がまだ騒いでいたが、俺はあえてそれを無視し続けた。社員はそのままでいいとはお伝えしましたが、それを少し撤回します。自分から何も知ろうとせず、ただただ己の立場に浮かれているような社員を私は必要としていません。はい。静かにうなずく矢部社長。そして俺はなおも言葉を重ねた。また、こんな年にもなって人様に平気でビールを浴びせかけるような礼儀のなっていない人間など言語道断です。するとその瞬間、それまでうるさくしていた則明の口がピタッと止まった。彼はそのまま父よりもよほど顔を真っ青に染めて体を震わせ沈黙する。途端に静かになった応接室で、俺は淡々と締めくくった。矢部社長、どうかそのような人間は私が買収する前にきちんと整理していってくださいね。それがこの会社の社長であったあなたの最後の仕事であり、負わなければいけない責任です。かしこまりました。それだけを口にして硬い表情で俺に頭を下げる矢部社長。自身の父のそんな姿を息子はやはり何も言わずに眺めていたのだった。さて、その後のことである。社長の息子という自身の立場に甘んじて何の努力もせずに遊んでいた則明は、当然のことながら
ほどなくして会社から追い出される形となった。それでも則明は父に何とかしてくれとすがったようであったが、買収元である俺の出した条件に反して息子をかばうことは矢部社長にもできなかったらしい。以降、則明はそれまで住んでいた高級マンションも追い出され、フリーターとして何とか生活しているようだ。奥さんにも見放され、離婚したとも聞いている。一方、俺は一気に規模が増した会社と従業員を守るため、日々四苦八苦している。社長になるということは、それだけ責任も大きくなるということだ。その立場の重要さ、また祖父から受け継がれた技術をこれからの時代にどのように残していくかを考えると身が引き締まる思いである。けれど、俺はそれを新たなチャレンジと捉えていた。冷静に、けれど懸命に道を模索し続ける限り、いつだってチャンスは巡ってくるものである。祖父から、そして父から受け継ぐまっすぐでひたむきな心を武器に、俺はこれからも自分の仕事に邁進していくことを誓ったのだった。